以前に公開したアレンジフローの楽曲では、アレンジのやり方を中心に動画コンテンツとして作成しておりますが、今回から作曲にまつわる話も少しずつ紹介していきます。第1回は、メロディー作成における観点について、アレンジフローの楽曲を使って紹介していきます。アレンジをする前の状態であるコードとメロディーをどう作っていくか、これは人によって様々ですが、この動画では、グッとくるような、かっこいいメロディーを作る際に気をつけていた点についてお話しします。少し上級者向けの内容になりますので、基礎知識を割愛してしまう部分がありますが、皆さんの作曲にも十分使える内容ですので、ぜひご覧ください。もちろん、初心者から中級者向けの内容も今後公開していきますので、そちらもご期待ください。では、始めましょう。まずは、アレンジフロー楽曲の元となる、ピアノとメロディーのトラックを一度聴いてみましょう。A メロ、B メロ、サビの3つのセクションで構成されています。歌物の曲を作るとき、A メロ、B メロ、サビへと進んでいく構成が多いですので、皆さんでも使えるよう、A メロ、B メロ、サビの構成を前提としてお話しします。メロディーの基本的な作り方というのは、今回の動画では割愛しますが、より良い、飽きさせないメロディーへと仕上げていくためのコツを少しお話しします。一番盛り上がるセクションはサビですので、サビとその前である B メロが似たような作りにしてしまうとマンネリ感が出てしまいます。例えば B メロでは短いノートが中心で構成した場合、サビでは長いノートを中心に構成する。 B メロで長いノートが中心で構成した場合、サビでは短いノートを中心に構成するといった具合に差別化をしてあげるとメリハリが生まれます。ここから考えると A メロと B メロとの差別化はそこまで気を使わなくても自然と出来上がってきます。考えられる構成としては A メロと B メロで似た構成か A メロと B メロで違う構成かの2択になります。例えば A メロと B メロで短いノートを中心にメロディーを作った場合、サビでは長いノートで作っていきます。長いノートを使っていますので壮大さや勇敢さが演出できますね。よくふわりなどといった言葉で表されますが、今回は分かりやすくするためにノートとします。逆に A メロと B メロで長いノートを中心としたメロディーを作った場合、サビでは短いノートを中心に作っていきます。短いノートを使っていますので勢いのあるフレーズが作れますね。もし A メロと B メロで違う構成をしていた場合、サビは A メロに似た構成を作るといいでしょう。例えばよくある構成として
A メロでは短いノート、B メロで長いノート、サビで短いノートがあります。A メロで曲の勢いを待つ店、B メロで世界観が変わり、サビに入ると A メロの勢いを踏襲して一気に盛り上げるといった構成ができます。また、各セクションでメロディーの開始を拍頭にしないようにするのもポイントです。全セクションを拍頭で始まるようなメロディーを作ってしまうと子供っぽさが生まれてしまいます。童謡などを聞いてみると拍頭でメロディーが作られているのが結構多い印象がありますので、この辺りに意識を向けるのも重要です。このようにメロディーを作る段階でそれぞれのセクションに差別化を与えるように意識して作っていき、この差別化した内容を元にアレンジしていくとセクション間による雰囲気がはっきりと感じ取れる楽曲に仕上がっていきます。これらを踏まえアレンジフローの楽曲をもう一度聴いてみましょう。A メロ、B メロ、サビを通して短いノートが中心に作られていることに気づいたのではないでしょうか。実はこれにはちょっとした狙いがあります。それは転調を入れているという点です。この楽曲ではサビで転調しています。転調させることでノートの長さにとらわれずに差別化を生ませることができます。これは転調を入れることによって楽曲の雰囲気がガラリと変わることに起因します。試しに転調しないように戻して聴いてみましょう。どうでしょう。マンネリ感が拭えない感じに聞こえるのではないでしょうか。先ほどまで紹介したやり方はキーが常に一定に保たれている楽曲でのみ有効ですが、このように転調させた場合は先ほどの考え方から少し外れます。楽曲全体で勢いは終始残しつつマンネリ化にならないよう気をつけながらサビで一気に盛り上げる、そういった狙いが感じ取れるのではないでしょうか。実際狙い通りに仕上げることはできたと感じています。第1回の動画は以上になります。かっこいい楽曲を作りたい、決まった世界観をしっかり表現したい、こういった狙いは楽曲を作る人であれば誰しも抱くことですが、コードとメロディーを作るこの1トラックでしっかりとした思考をもとに作っていけばアレンジの時も迷わず、そしてかっこいい曲に仕上げることができるはずです。他にもまだまだいろんな知識や技術などがありますが、それはおいおい紹介していきますのでご期待ください。今回もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。